ちは、あーです。今回はマイクロエース製の10系客車九州観光号に室内灯を導入します。古いマイクロエースの車両は台車、床板、ボディをビス止めする構造です。この構造はビス止め位置を柱が貫通するため、車端部に照明が届きません。前後の台車の間にしか照明を取り付けられない仕様となっています。そこで以前にトミックスの旧製品マニ50に組み込んだ方法を採用します。任意の長さでカットして使える COB テープライトを使用していきます。車端部、デッキ用、客室用の2本のテープライトをつないで使用します。使用するパーツを紹介。まずはちらつき対策用の電解コンデンサー。こちらは100マイクロファラットで大きさが5ミリ台と使い勝手がいいですね。ブリッジダイオード。レールからの電流は前進後進でプラスマイナス入れ替わります。ダイオードを経由することでテープライトにはプラスとマイナスが一定で流れ、前進後進どちら向きでも点灯させることが可能になります。抵抗 COB テープライトは 5V 使用です。パワーユニットからの最大 12V の電圧がかかると破損します。その電圧を抑えるためにダイオードとテープライトの間に取り付けます。では工作開始。まずは基板にコンデンサとブリッジダイオードをハンダ付けします。ブリッジダイオードのプラスとマイナスの刻印がある側にコンデンサをつなぎます。コンデンサの足が長い側がアノードでダイオードのプラスとつなぎます。続いて電解コンデンサのアノード側に抵抗をハンダ付けします。 COB テープライトの銅板が見えている接点との間に取り付けます。電解コンデンサ、抵抗ともに長すぎる足はカットしても大丈夫です。抵抗はアノード側にのみ取り付けておけば正常に動作します。カソード側には COB テープライトの接点に届くように導線をハンダ付けして足を伸ばしておきます。次は車端部用と客室用の COB テープをつなぐ導線をハンダ付けします。導線は少し曲げて柱を回り込めるようにしておいた方がいいです。客室側に導線をつないだので、次は車端部側と接続します。車端部と客室と2本の COB テープライトをつないで1本にします。この時に2本の COB テープライトの曲線が同じになるように注意しましょう。COB テープライトの 5V の印刷がある側がプラスです。これで室内灯本体側の完成です。では最初に作成した基板を COB テープライトに取り付けていきます。COB テープライトの足と基板の間にビス止め柱が抜ける形となります。抵抗を取り付けた足をテープライトの 5V インのある側にハンダ付けします。今回は車端部のトイレ側にコンデンサを収納する形とするため、車端部片側にしか COB テープライトを用意していません。車端部両側に短い COB テープライトを導入する場合、コンデンサの収納を考える必要が出てきますね。ハンダ付けを終えたら点灯テストを行います。ブリッジダイオードの足に通電させて確認します。プラスとマイナスの極性を入れ替えて両方の通電で点灯を確認できました。次は台車に終電板を取り付けていきます。テールライトのある那覇根府には終電板がありますが、お羽の台車には終電が備わっていません。そこでトミックスの終電集を使用していきます。マイクロエースの車両はトミックスの終電方式と互換性があります。
トミックスの新終電方式ではなく旧仕様の終電方式となります。台車の裏側から車軸の上に終電シューを引っ掛ける形で取り付けていきます。言ってみればメーカーデフォルトの終電方式をそのまま利用した形です。ところがこれが後に大きな問題を引き起こすこととなります。終電シューを取り付けたら床下終電板との接点用の終電スプリングを取り付けていきます。なかなかスプリングが収まらずに弾け飛ぶ事故多発の工程ですね。こちらもトミックスの純正品を使用しました。次に室内灯と床下終電板の導電用の終電シューを銅板から切り出します。0.1mm 厚の銅板を 2mm 幅でカットしておきます。カットした銅板はブリッジダイオードにハンダ付けします。ただ直接ハンダ付けをして角度がわずかにずれてしまうと床下にきれいに収まらない可能性があるので、間に導線を入れておきます。ダイオードと銅板の間に短い導線が入ることで銅板の角度調整が効き、床下にきれいに収められるようになります。ブリッジダイオードに導線をつないだら銅板をハンダ付けします。銅板は5センチの長さで使用します。銅板をハンダ付けしたら室内灯全体の完成です。COB テープライトをそのまま使用すると明るすぎるため調整を行います。プラ板を黒く塗ってテープライトに貼り付けて明度を落とします。単純な方法ですが手軽に車両に合わせて明度調整ができます。プラ板はテープライトを巻き込むようにセロハンテープで固定します。点灯テストを行います。左側に明度調整のない先ほどの点灯テストを並べています。完成した室内灯の銅板部分を床下へ差し込んで組み込みます。床板パーツの隙間から床下へ銅板を潜り込ませることで床下の終電板と接点が確保できます。ボディを戻して組み込み完了です。台車をビス止めすることでボディ、床板、床下、台車が固定されます。前後の台車を固定して作業完了となります。先に組み立てたグリーンマックス製のオシ16と比較してみます。若干オシ16の方が車高が高いですね。青15号の色合いも若干オシ16が明るく感じます。すべての車両への室内灯組み込みが完了したので試運転を行います。まずは室内灯の点灯チェック。電圧を上げていき走行させてみましょう。動きはしましたがどうも動作が重たいです。平坦な駅の走行でもかなり電圧を上げています。そして上り勾配では空転し始めました。かなりひどい状況です。終電方式に問題ありですね。次回は終電方式の見直しを行います。ご視聴ありがとうございました。